あなたは子育てで大切なことは何だと思いますか？ 1958 年、アメリカ心理学会で一つの研究結果が発表されました。それは子供の愛着を育てるために最も重要なのは物理的な触れ合いであるということ。これは当時の子育て論を大きく覆す革命的な証明なんです。現代も世界中に受け継がれ、親子の接し方の基本的な考えとなっています。この発表を行ったのはハリー・ハーロー。彼はその後数々の賞を受賞し、20世紀を代表する心理学者の一人になりました。愛の研究とまで呼ばれた彼の研究。しかしその中身は我々の想像とは全くかけ離れたものでした。なんと彼は実験を繰り返す中で多くの命を葬っていたんです。愛の研究によって世界的名声を得た心理学者。その称賛の裏に隠されたとんでもない事実とは。そこには命の尊厳を無視した研究者のエゴがあったんです。オーソス、慈悲と慈愛に満ち溢れた男、ケンちゃんです。慈悲磁石か俺は。ザ・愛、ヤミヤミコです。もう愛の根源ってこと？そう。本日皆様にご紹介するのは世界的な称賛と批判を浴びた愛の研究についてです。そして長期間に及んでひた隠しにされた実験モンスタースタディについても取り上げます。すごい素敵な研究じゃない。何がそんなひどいことがあるの？裏ではね、もうとんでもないひどいことをやってたんです。人類のね、進歩のためとはいえね、それを追い求めるがゆえにね、人としてのあり方っていうのがね、だんだん逸脱していくようなね、象徴的な事件なんですけど、早速ね、何が起こったのか見ていきたいと思います。子育ての形を変えた男。遡ること64年前の1958年、アメリカの首都ワシントン DC。 ここで開催されたアメリカ心理学会で一つの革命的な研究結果が発表されました。研究を発表したのはウィスコンシン大学の心理学者ハリー・ハーロー。内容は母と子の愛着形成についてというものでした。愛着とは子供が他者に対し持つ絆のこと。子供の頃最も身近な他者である母親との愛着形成はその後の心の発達や社会での人間関係に大きく影響するんです。ハーローはこの愛着形成について母親からの積極的なスキンシップがとても重要なポイントになると示したんです。彼が証明した説は当時の子育て論を大きく覆す革命的なものとして多くの人を驚かせました。これって今のとなると結構当たり前の話じゃない？赤ちゃんいっぱい抱っこしてあげて愛情注いだ方がいいでしょ。もちろん本当にね、いっぱい抱っこされたいです。本当にバブフェチ？あれバブしたいわけ？そういうことじゃない。そういうことでしょ今の。そういうことじゃなくて、そういうことじゃない。僕が子供だったらいっぱい抱っこされたいってだけです違うんで。半分は。半分ね。結構。しかしね、この説が発表された当時ね、そのトレンドっていうのは真逆の方向に向かっていたんです。当時、母親と子供は授乳など必要な時以外は接触を避けることが推奨されていました。この頃はコレラ、チフス、ジフテリアなど感染症に対する薬やワクチンがなかった時代。免疫力の低い赤ちゃんはできる限り外部との接触を避けるのが安全とされていたんです。子供の母に対する愛着は適切に栄養を与えてもらっていれば十分に育っていくもの。当時はこの考えがスタンダードでした。そこに一石を投じたのがハーローの発表。彼は古くから当たり前にあった母と子の触れ合いを悪とする世間の風潮に危機感を抱いていました。そこで研究を通じて子供の成長にとって本当に大切なものは何かということを世間に知らしめたんです。この先進的発表は大きな称賛を受け、ハーローは心理学分野において数々の賞を受賞します。そして彼は世界的に権威のあるアメリカ心理学会の会長にまで任命されたんです。すげえな。ハーローはアメリカを代表する心理学者となりました。赤ちゃんたくさん抱っこしてあげなきゃっていう今のさ正しい考えはハーローさんの功績めちゃくちゃでかいじゃないのよこれ。そうなんですよ。ハーローさんの考えが浸透する前のね、抱っこしないみたいなね、そういう思想はね、感染症のリスクとかね、親から子供移るとかあるんで、それを防ぐって意味ではね、分からんでもないけどね、それ以上に失うものが大きかったから、このハーローさんの考えっていうのが受け入れられるようになったんですよ。でもハーローさんがすごい卑劣な実験してたって言ってたじゃない。どういうことなの？もうハーローとんでもないです。そうなの？続いては彼がね、この研究結果を得るために行ってきた数々の実験について見ていきたいと思います。犠牲になった命。ハローが提唱した新しい子育て論。しかしこうして公に発表するためには実験による理論の証明が必要不可欠。そこでハーローが行ったのは動物実験。
彼は生まれたばかりの猿を母親と引き離し実験場へ連れて行きました。そこにいたのは猿を模して作られた人工的な猿の母親。一つは細い金網を筒状にした胴体に目と口だけの簡素な顔をくっつけた針金の母。そしてもう一つはスポンジに柔らかい布を巻きつけた胴体に猿に似せた顔つきの頭をくっつけた布の母です。ハーローはあらかじめ針金の母にだけ母乳瓶を取り付けていました。当時の考え方であった子供の愛着は授乳をすれば育つという説が本当ならば、小猿はミルクをくれる針金の母にだけ懐くはずなんです。しかしその結果は違いました。小猿はお腹が空いた時だけ針金の母が持つ哺乳瓶へ近づくものの、それ以外にはずっと温かい布の母に抱きついていたんです。子供は母親との温かい接触を求める。ハーローの説の一部がこうして証明されたんです。確かにね、すごい興味深い実験だとは思うんだけどさ、人間に近いさ、感情も多分似てるんでしょう、お猿さんだから。生まれた直後に母さんから引き離されて無機質な人形を与えられてって、すごいちょっと痛むわね。猿だから何してもいいってことじゃないじゃないですか。ひどい話ですよ。ただね、これだけじゃないんです。ある程度ね、実験がね、思い通りにいったハーローはさらに踏み込んでいくんです。悪の道に。続いてハーローは針金の母だけで育った小猿と布の母だけで育った小猿の比較を行いました。冷たく硬い針金の母の元で育った小猿は常に小刻みに体を揺らし自傷行為を繰り返すなど、見るからに精神に異常をきたした姿に。一方、布の母で育った小猿も針金の母までではないにしろ常に無気力無関心な状態。母親を抱きしめることはできても抱きしめられることなく育ったことでうまく愛着形成ができなかったんです。これらの結果にハーローは母親側から抱きしめるなどの積極的愛情行動も子供にとって重要だと結論付けるんです。彼は虐待を受ける子供の心理実験も開始しました。そこで登場したのはモンスターマザーと名付けられた人工の母。ネーミングセンスすげえな。モンスターマザーは小猿が抱きつくたびに内蔵されたバネで弾き返したり針で突き返したりする恐ろしい母親。しかしなぜか小猿は何度傷ついてもそのモンスターマザーにしがみついたんです。虐待を受けても親を慕い続ける子供の心理。子供にとって傷つけられることが親を拒絶する理由にはならないというこの結果は、児童虐待がなかなか表面化しにくい現実を物語るんです。こうして数多くの重要な結果が得られたハーローの実験。しかしその実験台となった小猿たちの多くはその後うまく育つことができずにどんどん死んでいくんです。いくらなんでもやりすぎじゃない。さすがにモンスターマザーとか名前つけちゃってさ、動物虐待の域でしょこれ。研究にね没頭するあまりだんだん頭がおかしくなっちゃったのかもしれないですよね。それかね、もともとサイコパスだったのかとかいろいろあるんですけど、どっちにしてももうやべえやつっす。やべえなっていうね。ハーローの実験結果が学術的な称賛を浴びる一方、そこに至るまでの非倫理的な実験方法は当然のごとく多くの批判を巻き起こしました。しかし当のハーローはどこ吹く風といった様子。何百人もの虐待される赤ちゃんを救えるなら小猿の犠牲は大したことではない。彼は悪びれることもなくこう言ってのけたんです。ハーローの研究によって救われた命も多くあるに違いありません。しかし何百匹という小猿が命を落としていったのもまた事実。彼の実験をきっかけにアメリカでは動物実験についての倫理規定が作られるようになり、動物解放運動が広まりました。人間中心主義を否定し、全ての生物との共存を考える。それこそがこれから私たちが次に目指すべき愛の形なのかもしれません。ほんとそう。でも技術の進歩もね、もちろん大事よ。それの恩恵を受けてるんだけど、曖昧なことになっちゃうかもしれないけど、突き詰めていくと愛よ、やっぱり。相手を思いやる心とかね。仕事でもね、そうですよ。ちょっとでもね、送る文章をね、ちゃんとね、これ理解できるかなと思ったら、一言一句書き換えてみようとか、ちょっと箇条書きにして分かりやすく送ろうとか、待ち合わせに遅刻しないとか、世の中はね、人間の意思決定の相場でできてるんで、人間に愛される方がね、よりいい人生。私にも、その愛をね、少しでも受けてくれたら嬉しいんだけどね。チュッヒヤッさてね、ここまでは猿を使ったひどい実験だったんですけど、ここからはなんと人間を使ったね、もう極悪非道な実験なんです。そしてね、なんでこんな実験がね、始まったのかというのをね、見ていきたいと思います。喫音治療に情熱を注いだ男。遡ること83年前の1939年、アメリカのアイオワ大学で熱心に研究を重ねる一人の男がいました。彼の名はウェンデル・ジョンソン。彼が没頭していたのは発話障害の一つである喫音の研究。彼は後に喫音治療の父と呼ばれるほどこの研究に情熱を注ぎ、多くの喫音患者に寄り添い続けた心理学者でした。実はジョンソン自身もね、喫音をね、患っていたんで、彼自身ね、喫音をね、治したいとかね、解明に力を入れたいっていう気持ちがあったんです。聞いたことあるんだけど、詳しく知らないのに、症状。というわけでね、本日のメトラキーワード、喫音について。喫音は話し言葉が滑らかに出ない発話障害の一つ。
音の繰り返しや引き伸ばし、言葉の間が空いてしまうなどによって流暢さを乱してしまう話し方を言うんです。言葉が急に伸びる幼児期に10人から20人に1人の割合で起こるという喫音。そのほとんどは成長とともに治るんですが、全体の 1% ほどが大人になっても残ると言われているんです。喫音は遺伝的な要因が8割とも言われており、確立された治療法はありません。話すことに対する苦手意識がコミュニケーションの妨げにならないよう、喫音が出ないような話し方の工夫をしたり、周囲の理解を得ることが大事なんです。喫音っていう症状があるって知っとくだけでもなんかね、ふざけてるとかって思わないから、差別意識みたいなのはなくなると思うけどね。ちなみにあんたなんかさ、この人の話し方とかかっこいいなとか憧れるみたいなのあったりするの？かっこいいなとかはあるかもしれないですけど、憧れとかはないっすね。やっぱ素人なりに僕らさ、頑張ってきたじゃないですか。0人から。じゃあ素人の我々がどこまでいけるかっていうとこなんで、他の YouTuber さんより編集とか見せ方とかナレーションとか全部オリジナリティでやりたいんです。なるほど。あんたの噛むところも結構オリジナリティってことなん噛んでます。でもそれは甘えなんで、もちろん僕もねちょっと上達するんでね、引き続きねよろしくお願いします。先ほどもあったようにね、喫音っていうのはまだ解明されていないところもあるんですけど、ただねジョンソンはねある一つの仮説を立てるんです。ジョンソンの仮説、それは診断起因説。これは子供が喫音気味になった時に親がそのことを指摘して治そうとすることで喫音がさらにひどくなるという考え方。彼自身母親から喫音矯正を強いられたことをきっかけに喫音がひどくなった記憶がありました。喫音の原因は親の行動にあり、親が意識を変えることが治療の第一歩であるという説を彼は証明したかったんです。この説を発表できれば今よりも多くの喫音患者を救うことができる。彼はこの診断起因説を証明するため世にも恐ろしい実験を思いつくんです。本当なの？今はこの診断起因説っていうのは否定されてるんですけど、ジョンソンはねその説を信じて疑わなかったんです。同じ悩みを持つ子供たち救いたいっていう気持ちはわかるんだけどさ、ちょっと嫌な予感しかしなくないこれ？そうなんです。ジョンソンはですね、後に世間からモンスタースタディと呼ばれるね、意味のわからない実験をしちゃうんです。名前からしそうよ。果たしてね、それは一体どんな内容だったんでしょうか？残酷な人体実験。ジョンソンは実験のためある場所から子供たちを呼び寄せました。それが孤児院。彼の元に集まった22人の子供たちは言語療法を受けるためにここに来たと思っています。ジョンソンは実験の目的を明かさないまま彼らの喫音をチェックし、喫音があるグループとないグループに分けました。そしてさらにそれぞれの子供たちを2つのグループに分け、グループごとに子供たちの話し方についての大人の対応を徹底的に管理したんです。こうして喫音ありの子供たちに大人が肯定的に接するグループと否定的に接するグループ、喫音なしの子供たちに大人が肯定的に接するグループと否定的に接するグループ、合計4つのグループが出来上がりました。ジョンソンが最も注目するのは4番目の喫音なしの子供たちに大人が否定的に接するグループ。それまで喫音がなかったにもかかわらず、大人たちが喫音を指摘し続けることで実際に喫音になれば彼の説は立派に証明されるんです。実験は5ヶ月にも及びました。ジョンソンが注目するグループの子供たちは喫音がないにもかかわらず、話すたびに君は喫音気味だと厳しく注意される毎日。一旦喋るのをやめろ、歯の裏に舌を当てろ。大人たちの細かい指示は四六時中続き、子供たちはのびのびと楽しく話すことができなくなってしまうんです。もう大人に対してトラウマになるわこれ。こんなん絶対ストレスじゃないね、みちゃん。しかも本人たちの同意も得ずに勝手に個人から連れてくるっていうのもマジゾッとするわよ。今じゃね到底考えられないですよね。いやいや、ただね、今はね SNS とかね個人が発信できるんで、これやばいのが起きたらね明るみに出やすい時代でもあるんでね、昔よりは減ってると思うんですけど、ただやっぱりね本当にね信じられないです。本当にヤミコさんの言う通りね、この子供たちっていうのは悪い意味で変わっていってしまったんです。精神的な抑圧を受けた子供たち。彼らは次第に喋るたびに指を鳴らしたり、体を揺らすなど落ち着きがなくなっていきました。さらに目をパチパチさせたり、頭を壁にぶつけるなど異常な行動も増えたんです。繰り返される大人たちの否定的な声かけが彼らの心を壊してしまいました。しかしそれだけの変化があっても子供たちが本当に喫音になることはありませんでした。ジョンソンが掲げた喫音を指摘し続けると本当に喫音になるという説は証明されなかったんです。この結果にジョンソンはひどく落胆。さらに同時期彼の実験に逆風が吹く出来事が起こりました。第二次世界大戦が始まり、ナチスドイツがユダヤ人を対象に行った人体実験が世界的な問題になったんです。ジョンソンの実験は結果が出なかったどころか情勢的にも知られると大変まずいもの。そこで彼はこの実験についてあることを決意します。それが徹底的な隠蔽。自身の名誉を守るため全てをなかったことにしたんです。
しかしジョンソンは診断起因説の研究は諦めていませんでした。この説は正しい。あの実験が間違っていただけだ。こう信じる彼は検証に有利なデータばかりを集めてその後も研究を続けます。そうして執筆した本が専門書としては異例のベストセラーに。画期的でキャッチーな考え方であった診断起因説は瞬く間に時代を席巻し、彼は喫音治療の父として地位と名声を手に入れたんです。あの頃の恐ろしい実験は誰にも知られることのないまま、1965年に彼は59歳でこの世を去ります。最悪じゃない？マジで墓場まで持ってってんじゃない？そうなんです。彼はね、名誉に包まれてね、亡くなったんですね。食わないわね、残されたね、後遺症を患っている子供たち含めてね、報われねえっすよね、これ。実験に関わった人はいっぱいいたんだから、誰かバラしちゃえばよかったじゃないの。ジョンソンの死後ね、この実験の存在というのが明るみになっていくんです。しかし彼の死後から36年後の2001年、ジョンソンの人体実験がついに白日の下にさらされるんです。そのきっかけは新聞のスクープ記事。実は実験の全てを記録した論文は隠蔽後も大学の図書館の片隅にひっそりと保管されていました。その存在を見つけたカリフォルニア州の地方紙が批判記事を書いたんです。多くの一般読者のみならず当の被験者たちにとってもそれは寝耳に水の話。当時実験台にされた子供たちの中には話すことに恐怖心を抱いたり精神的に不安定なまま大人になった人も数多くいました。しかし何も知らされていなかった彼らはなぜそうなったのかわからないままその苦しみと長年戦っていたんです。実験の内容が明らかになることでようやく彼らの中で辻褄が合います。被験者やその家族は精神的苦痛を与えられたとしてジョンソンが所属していたアイオワ大学を告訴。裁判の結果、大学は1億円の慰謝料の支払いを命じられました。しかし多くの子供たちがジョンソンの実験によって苦しみながら過ごしてきた一方、実験を行ったジョンソンは称賛と名誉の中で幸せな人生を終えていたんです。私には何も残っていない。あなたは私から私の人生を奪った。被験者はそう怒りをあらわにします。モンスタースタディと呼ばれたこの実験はその名の通り圧倒的な力で弱者を飲み込み闇の中に消えたまさに怪物だったんです。